テスト走行でトップタイムを最後に叩き出したというところまで話がいったんですが、ちょっと戻りまして、MotoGP 始まってからヤマハがなんでそんなに苦戦したのかっていう理由をちょっと見ていきたいと思います。YZR500 をベンチマークに開発。2002年エンジン。1、排気量は 942cc。これはフレーム幅を、YZR と同等にするため。で、2、キャブレターを採用。過去のデータや経験を重視と。結果、ライバルよりもパワー不足。その結果、パワー志向へと傾倒したと。まず、MotoGP が始まるという時に、初めて MotoGP 用のマシンとして YZR-M1 を開発したんですが、そのベンチマーク基準っていうか、2ストロークの YZR500 と同じように作ったってことなんです。だからフレーム、要するに大きさとかも同じにしちゃったんで、エンジンが 942cc って中途半端ですよね。もっと 990cc とか 1000cc まで目いっぱいできるのを、フレーム幅の制限のおかげでエンジンを小さく作っちゃったと。だからまずこれ当然パワー出ないですよね。ライバルは目いっぱい大きいエンジン積んできますんで、次の2番のキャブレターを採用っていうのも、これも時代遅れですよね。もう2002年当時エンジンのきめ細かい制御をするには当然インジェクションを使って CPU、コンピューターで制御しないと、もちろん最高出力、マックスパワーもそうだし、エンジンの扱いやすさ、途中の中間の回転のいろんな燃料の調整とかやりますから、キャブレターじゃライバルには勝てないですよね。で、一番大きなライバルよりもパワー不足と。この結果、このヤマハ会社としては、じゃあもっとパワーを出せっていう、そういう方向に行ってしまったと。続いて、2003年のエンジン。1、第何戦までに何馬力上げると。ロードマップを描きクリアしていく。最高速は上がるが扱いづらい。で、2、キャブレターからインジェクションへ変更と。制御も内製で始めたことも足かせ。その結果、ライダーの思い通りになるエンジンにはなっていなかったと。これはですね、会社がパワー志向、そういう指示が出たもんだから、第何戦までに何馬力上げるって数字の目標がどんどん出されていくわけですよね。で、それは、順番にクリアしていったらしいんです。なんだけど、それって最高出力、最高の馬力が上がったって話じゃないですか。高速はもちろん上がるんだけど、エンジンの扱いやすさがどうかってとこは考慮してないですよね。で、番のキャブレターからインジェクション変更なんですけど、さすがに前年のキャブレターをやめてインジェクションに変えたのはいいんですけど、その制御システムを内部でやってたと。こういうのって専門のメーカーがあるんですけど、それを使わないで自分たちでやり出したと。そうすると、エンジンも作んなくちゃいけないし、制御システムも作りながら、それを運用しながらってやんなくちゃいけないんで、足かせ。要するにもう手間がどんどん増えますよね。結果としてどういうエンジンになるかっていうと、やっぱりライダーの思い通りになるエンジンにはなっていなかったと。ハンドリングのヤマハのはずが、パワーで劣る現状に、ヤマハ上層部は V 型6気筒エンジンを作ってパワーを出して、ライバルをストレートで抜けと指示を出した。やっぱこれは大きな影響は、ホンダが V 型5気筒、V5 の RC211V で勝ってたもんだから、それを強く意識してますよね。だったらうちはね、6気筒エンジンでもっとパワーを出して抜けばいいんだっていう。単純にパワーだけ考えればそうなんだけど、ヤマハっていう会社のバイクはね、そもそもハンドリングが良くて、コーナーが良くて、そういうバイクのはずなのに、勝てないから焦るあまり、会社としてはね、そういう声が強くなったと。でも、やっぱりこの人がしっかり戦うんですね。モータースポーツ開発部部長、古沢は戦ったと。パワーで直線で抜けと、パワー志向の指示を出す上層部に対して、ヤマハの持ち味はハンドリング。量産車と相反するプロトタイプマシンを製作することは、ものづくりに関わる企業理念と矛盾すると。インライン4の形式を活かしながら、ライダーのフィーリングと矛盾しないエンジンがクロスプレーンだと主張した。前々回の動画で紹介したこの古澤さんなんですけど、人がモータースポーツのね、部門の責任者とは言っても、会社には上に人間がいるんで、当然この人が何もかも決めたように物事が動くわけないんで、やっぱ会社とも戦ってたみたいなんですね。でも、言うことがすごい筋が通ってるし、理論的だしって感じがしますよね。ヤマハの持ち味はハンドリングだと。量産車、要するに普通に売ってるヤマハ、みんながイメージしてるヤマハのバイクと全然違うプロトタイプ
タイプのマシン。要するに、レースのマシンですよ。レースのバイクを作るのは、ものづくりの会社の企業理念、矛盾しちゃうじゃないかって。売ってるものとレースで活躍するものが全然違うじゃんっていうね、ことになってしまう。だから、インライン4の形式を活かしながら、ライダーのフィーリングと矛盾しないエンジンがクロスプレーンだと。インライン4、要するに直4のエンジンのまま、いいエンジンを作るんだと。ライダーが戦える。いうことを会社に主張して、クロスプレーンの開発を進めたんです。今、ちょっとエンジンの話ばっかりしましたけど、軽く車体についても、シャーシについても触れたいんですけど、車体作りも方針転換と。2002年、2003年は YZR と同じフレーム幅、ホイールベース、スイングアームで設計してたと。単純に言ってパワーに対して車体がもう短すぎるってことですよね。だから曲がるのは曲がってくれんだけど安定性がないっていうかね。で、2004年の0WP3 新しい2004年に使うシャーシはフロントフォークを 25mm、ホイールベースを 30mm、スイングアームを 25mm、それぞれ延長したと。フレームの横合成は 60% ダウンさせたと。この各数値の延長はまず加減速の荷重移動を自然に行えると。で、横合成ダウンってなんでダウンなのってちょっと思う人もいるかもしれないんですけど、フルバンクの時っていうのは、バイクの衝撃ってフレームに吸収させた方がいいみたいなんですね。要するにフルバンクしてるともうサスペンションって目いっぱい縮んでたりするんで、じゃあどこが力を受けるかっていうと、フレームなんで、だから縦方向とかの合成を確保したまま、うまく横の合成をちょっと落として、その力を逃がすっていう。車体に関してはこういう変更をしたと。テスト走行でなんとかトップタイムを出したロッシですけど、こういう技術的な変更があったと。やれるだけやって、なんとか開幕戦に準備をしたと。じゃあ開幕戦、ロッシの戦いはどうだったのかってことですよね。はい。2004年、ラウンド1、南アフリカ、ウェルコムサーキットです。予選フリー走行のすべてのセッションで1位のタイムを記録。決勝も必ず勝つと。ライバルたちにプレッシャーをかけ続けると。すべてのセッションで1位を出し続けたんですよ。ロッシが今まで過去すべてのレースでそういうことをしてたわけじゃないんだけど、要するにこれはとにかくライバルに対して何しろアピールですよね。絶対勝ってやるっていう。必ずどのセッションでも1位のタイムを出して、威嚇するっていうか、そういうことですよね。で、決勝レースは始まって、ポールポジションからスタートして、レースね、間もなくして、ビアッジとトップ争いを展開して、で、すごい接戦だったんですよね。バイクだけで言えば、やっぱホンダのビアッジの方が早い感じで、ロッシは暴れるマシンをギリギリ抑え込みながら戦ってるって感じだったんですけど、こう思ってたそうなんですよ。ホンダを離れた最初のレースで勝てれば、僕が歴史を変えることができると、自分に言い聞かせてたっていうんですね。ほんとね、気力でトップ争いをしてるっていう感じだったですね。見ててわかるぐらい。で、移籍初戦で優勝と。でね、これ、私よく覚えてます。コースサイドにマシンを止めて、マシンにキスして、で、その後にね、座って、なんていうかな、頭をちょっとね、揺すりながら、座ってたんですよね、ロッシがね。で、泣いてんのかなと思ったらね、後で本人が笑ってたって言うんですよね。一人だよね。私なんかの想像はやっぱり、感動して、勝てたぞつってね、嬉し泣きしてんのかなと思ったら、やっぱね、大物だからね、違うんですね。要するに証明したぞ。僕は証明したぞ。僕が正しかったんだっつってね。笑ってたらしいですね。でも何しろ、めでたく優勝と、初戦を。で、結局、2004年シーズンはね、16戦中優勝してチャンピオン取っちゃったんです。だから、ホンダに対してというかね、周りに対して証明したんですね。1年間の結果だけで言うと、ホンダ時代と同じだけ勝って、チャンピオンになっちゃったんですね。近年、この2004年についてロッシーがインタビューされて語ってるのが、ヤマハみたいな大きな会社があそこまで僕の意見を聞き入れてくれるなんて思ってなかった。2004年にチャンピオンを獲得できたことは大きかった。それよりも彼らと共に戦闘力の高い YZR-M1 を作ることができたことが僕のレースキャリアにおいて素晴らしい出来事だったんだって語ってるんですね。チャンピオンを取れたのはもちろん嬉しいと。だけどヤマハのみんなと一緒に戦ってあんまり速くなかったバイクを速くしてそれでチャンピオンを取った。それが素晴らしい思い出だって言ってるんです。最初の動画で言った彼はドクターっていうステッカーを貼る。だから彼のこれがアイデンティティなんだろうって言いましたよね。そうなんだと思うんですよ。もちろんレースに出る以上彼は勝ちたいんだけど、同じかもしかしたらそれよりもバイクを作っていく。いいバイクを作っていく。それがもうとても楽しいし、それをできることが、なんていうかな、自分の証明だって
っていう、それが強いような気がしますね。